目大丈夫ですか？なんかさ、網膜剥離してさね、手術したんだけどさ、生きながら目を取り出されたわ。無理無理。私は網膜剥離がちょっとあまり詳しく分かってないので、とりあえずなんかやばいなっていうことは分かったけど、いや私はやばいと思ってなかったの全く。だってあれでしょ、コンタクト買いに行ったのもんね。そうなんか私すっごい偉いから、これ私自負してるんです。すっごい偉いネットで適当に買わないでちゃんとね、眼科に行って定期検査をしてコンタクトもらってるわけ、3ヶ月に1回、マジ偉いでしょって思ってるんですけど、コンタクトなくなったからコンタクト取りに行こうと思って眼科行ったのね。で眼科行ってなんか見え方どうですかって言ったから、いやもう前回から変わらずあんま見えないっすねみたいな、でなんか左が特に見えてなくて、これも前回言ったんですけどなんかちょっともやってなってますっていう話をして、で私もともとなんかアレルギー多いし、なんか結膜炎とかなりやすいからアレルギー性の、だからそういうやつかなと思って、いつも通りそんなに良くないっすみたいな感じで、分かりました、じゃあ視力測ってみましょうねって測って、なんかここ見えますか見えませんかみたいなやつやってると、なんかあれ片目で見たら上の方欠けてんなってなって、怖っ。そうでも両目で見てるとあんまり気づかなくてもやぐらいだったんだけど、なんかあれ左目視界半分ないっすってなって、って言ったらって言われて、ちょっと検査しましょうってなって、検査してそしたらなんか呼び出されて、網膜剥離してますんで、もう手術ですって言われて、ああそうなんですね、まあなんかさ、一応手術かなみたいな感じだと思うじゃん。コンタクトちょっとやめてくださいねみたいなねみたいなテンションで行ったら、なんかもう全然もうすぐ明日大学病院行ってくださいって言って、そんなみたいな。でなんかメガネを買いたいおじさんがね待ってたらしくて、メガネ屋さんが閉まっちゃうから早くしてくださいって言いに来たらしいんだけど、先生が今重症の患者さんいるからそれどころじゃないからって言われて、私の方がビビるって言って、そうなんですかってなりまして、網膜がね破れていたんですけれども、なんか手術しないと 100% 失明するから、見つかったからには秒で手術してください、入院ですっていうのがことの経緯でした。大変。そうびっくりした。でなんか病院で「あれボクシングとかやってますか?」って言われてそうだよね、なんかさ網膜剥離ってさ、そうボクシングの人とかがさ、そう試合でやられてみたいな。そう殴られたりしましたかって、そう殴られてませんだって若い人で網膜剥離になって原因がよくわかんないのは本当なんか1万分の1とかで、アンラッキー引いたねみたいな、まあなんか家族性の人もいるらしいんだけど、うち別になかったし、もともと私目悪いからもうそういうのもあったのかわかんないけど、ドンマイ結論原因わかんないんだよ。結局ドンマイって感じだった。でなんか網膜ってさ、ごめんのさ眼球があってさ、後ろの方にさあるさ膜なんだけどさ、めっちゃ薄い膜ね。そこに穴が開いてなんか水が入っちゃって、でペリペリってだんだん剥がれてきて、で見えなくなるよって、で水入っちゃって剥がれちゃった部分は手術しないと元に戻んないからほっとくと全部剥がれて視界がゼロになるっていうね。で怖っと思って、そうで急いで大学病院に行きましたと。でそしたらもう空いてる時にすぐ手術しますんでって言われて、でも手術して帰れるのかなと思ってたら、1週間ぐらい入院かもしれませんって言って。あら、そんなことある。一気に急にやばいと思う私ね。入院するんですか、ちょっと乳児がいるので無理ですってそうだよね言ったら、見えなくなるんですよって言われてそんなどころじゃないですよって言って、戦いが始まったのでした。実際どうしてたの？入院中はね、結論ミルクを飲んでもらってたんだけど、家で。で私は父出なくなるのも嫌だし、断乳したくないし急にね、だしトラブったら嫌だからひたすら病院で搾乳して、ジャーって捨ててっていうのをやってましたね。そう本当はなんかねすごいいっぱい相談乗ってもらってね、搾乳届けるとかっていう話もあったんだけど、なんか薬の成分が入っちゃったら影響出たりするから、なんかもっと長く入院するんだったら途中から搾乳持って帰ってもらうに切り替えだったんだけど、そう
手術してすぐ退院させてもらった。2日ぐらいでね、結局ね早かったよね結局私1週間ってぐらいって言われてたんだけど、なんか結局水曜日に手術して金曜日に退院したから、まあ、ほぼ入院したんかどうかなみたいなぐらいのレベルだったんだけどさ、だからその間頑張ってミルクを飲んでね、じゃあ親方は頑張ってミルクを飲んだんだね。しかもね、親方はね、もう看護だったから、もうミルク嫌ですみたいな、保育園行ってもミルクもうえってなってて、ギャン泣きって感じだったらしいんだけど、私の入院が決まった日になんかお母さん今日200飲めたんですミルクって言われて、すごいね、空気読んだんだよね俺ってミルクも飲んじゃうんだよねって言って大ぞーミルク飲んでくれて、その日からちょっとミルク飲んでくれて、で入院した当日から旦那さんのお母さんが来てくれて、2人で頑張ってくれたんだけど、夜中も頑張ってミルクを飲んでくれ、ちゃんと寝てって感じで2日3日頑張ってくれました。頑張ったね、みんな頑張ったね。そのさ、網膜剥離の手術さ、よくなんかレーザーとかでなんかやりますとかさ、あるけどさ、あるある。なんかさんの場合はそう、私がやったのは目ん玉の穴開いてるところにシリコンを貼ってバンドで留めて戻しておしまいっていう手術なんだけど、分かりやすいね。分かりやすいね。そういう手術なんですけど、じゃあ今シリコン入ってる？そうでも私はもうね、一生シリコンとともにねこの人生を送ることになるので、ネビュラに一歩近づいて嬉しいみたいな、そういう感じ。ポジティブだね。そう、人造人間にちょっとい近やづいた。そうだからシリコンはね、そのまま問題がなければずっとそのままでいいんだって。そうなの。でもなんかいろいろ手術方法があって、なんかガス入れて圧かけて水抜いてみたいなやり方の人はうつ伏せで1週間ぐらい過ごさなきゃいけないとかいうのをね、よく検索したらよく出てくるんだけどさ、私それかなと思ってさ、もう超ビビってたわけ。でもなんか若い人はそのガスじゃなくて貼る式の方がなんかいい症例が多いからそっちでやりますって言われて、うつ伏せもしなくていいですって言われたからセーフと思ってだったんだけど、でも局所麻酔だったから、手術台にさ行くじゃん。さ、ほんとさ、医療ドラマのさ手術台みたいなところにさ、こんにちはって言ってで、名前教えてくださいって、小田あかりですよろしくお願いします、で、ここに寝てくださいって言われて、で寝て、でなんかこういろいろ機材が出てきて、でなんかかぶせられて、痛み止めをしてでは行きますって言って、なんか普通にこの辺でねピンセットとかね、なんかやり取りしてるし、なんかさ感じはわかるからさ、じゃあ引っ張りますねとか言われるの普通に。おお、目引っ張ってんですけどそんなことあると。でなんかじゃあちょっと右見ていただいてとか言うから、この右見ますとかをねやって1時間ぐらい。痛みだけないみたいな。でもちょっと痛い時は足してくれるから、痛み止めを、っていう感じで、ちょっとやっぱ痛いっていうか嫌な感じはするし、引っ張られてる感じとかはするから、痛い親知らず抜く時みたいな。って言うよね。私抜いたことないけど、そう、でも多分ね歯医者さんと同じ感じ。なんか引っ張ってるとかは分かる。なんかね、マイノリティリポートみたいなね、なんかこう怖さ、映画の怖さあるよね。でもちょっと面白かった。すごいな、それ面白いって言えるポジティブさよ。それも好きじゃん。でも無事に手術終わってよかった。すぐ連絡くれたからさ、そうね、そう大丈夫かなと思って。そう、いやでもなんか結局さ2日3日の入院だったし、手術自体もちょっとビビったけど、なんか1時間とかで終わったし、なんかこう蓋を開けてみるとなんとかなったが、なんかこう言われた時はちょっとね焦ったよね。焦るよね。失明かもしれない、面会もできませんだったから。そうなんだ。そうなの。なんかコロナがなんか医療現場だとまだなんかね5類になってももう変わりませんって感じらしくて、面会もできないし搾乳もダメだし、でもミルク全然飲まないしどうするみたいな感じで、ちょっとマジやばいって思ったんだけど、なんとかなってよかったね。頑張ったんだよね。みんな頑張ったね。そう。でも入院中のあかりさんさ、キャリコのコンテンツがどんどん送られてきてあれ、これ以上入院してるはずなのにおかしいぞと思って
たけどめっちゃ進んだ作業最高。なんかさ6人部屋だったのもともと、そんなお金、そうそう、お金かけるのもあれだしなと思って普通になんか6人部屋に入ったんだけど、同室でコロナが出て朝入院して午後手術だったのね、でそっから泊まりだったんだけど、目痛いししんどっと思って寝てたらなんかわたわたバタバタし始めて、なんかコロナだみたいになってちょっと小田さんお引っ越しですって言われて、荷物まとめてお引っ越しですって言われて個室に移動になりまして、隔離的な、そう完全隔離部屋みたいな、それがさ超快適でよかったね。いいたか悪いたか分かんないけど、何これ最高っつってでさ、隔離だからね出られないわけだから、本当はコンビニとか行ってもいいんだけど、お風呂はね入れないから、手術後だから洗面所とトイレがついてて、で冷蔵庫とかもあってテレビとかももちろんあって、ちょっとちっちゃい椅子とテーブルみたいなのもあって、なんか普通にねビジホにワーケーション しに来たみたいな、急に楽しくなっちゃって、でその日はさ寝たんだけどね、半年ぶりに朝まで何も考えずに寝たわけ。そうだよね、だって今まではさ2時間とか3時間に1回起きなきゃいけない、でいつ起きるか分かんない中、本当にたまに朝までね親方が寝てくれたとしてもさ、一応さなんか気になってるからね、なんか生きてるかなとかさ、やるじゃん、だからマジの半年ぶりに寝た。でしかもさ風呂入れない顔洗えないだから、顔拭いて体拭いて着替えるじゃん、そしたらもうさやることないわけ、3時間に1回目薬と搾乳して、あともうずっと自由どうぞみたいな感じになってて、やったってなってリコ君に連絡して、今日さめっちゃ作業はかどるわって、すごい嬉しそうだった。で木曜日1日それで過ごし、で木曜日の夜も普通に10時とか11時とかに、マジで超久しぶりにご飯も作らないし、掃除もしないし、洗濯とかも何もしないし、まあなんか育児とかねそういうの何にもないし、なんか昔思い出したわ。でもそれ結局2日間ぐらいだったんでしょ。そうだからもうちょっと欲しかった逆に。いや本当に親方のこと心配だからさ、心配だし、ミルク飲んでくれてるとかも聞いてたからさ、本当偉い頑張ってんなと思ったけど、2日かみたいな。そうしかもね、コロナが多分結構出ちゃったみたいで、その違うフロアとかでも、でなんか結構病室埋まってるんですよみたいな話があり、でも経過も良かったから、金曜日に先生が午後に見に来てくれて「いつだって退院できるんですか?」って聞いたら「ああ今日以降いつでも」って言って「今日以降いつでも」みたいな。そんなで看護師さんに「今日以降いつでも」って言われたんですけど「先生適当すぎ!」ってね看護師の姉ちゃんがなって「旦那さん来られますか?」「うん来られますって」っつってそれで退院だったの？はい。うわ大変だったんだよね、コロナ対応。そうね多分ね、でなってなんか痛み止めだけくださいお願いしますって言ってお願いまだ痛いのって言って分かった分かったって痛み止めもらって、あさよならこの快適な部屋と思って読みながら荷物求めて、もうちょっとなんかねネットフリとか見たから、確かにちょっと暇っていうワードちょっと確かに出たかった。暇ではなかったもん。あれなんか充実したお休みだったな。だからもうワーケーションみたいな。そう完全にワーケーションでっていう感じで退院しましたけど、一応重いもの持っちゃダメ、眼圧かかる、顔洗わないで、化粧しないでコンタクトしないで、髪は人に洗ってもらってみたいな、絶対に濡らしちゃダメみたいな感じで退院して、っていう感じで家族の協力をいただきながら現場復帰したわけ。なるほどね、お疲れさんだったね。大変だったね。じゃあ楽しかったよ本当、楽しそうだったし、まあ終始楽しそうではあった。ねえ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 っつってできてるこれさ確認してほしいんだけどさ怖かったよ、あまりにもいっぱい来るから。しかも普通の平日だからさ、普通に仕事してるのにさ、帰りの電車でなんかバーンっていっぱい来て、しかも全部案件なのね。
この件についてこの件についてこの人入院してんじゃねえのかと思いながら楽しかった。めっちゃびっくりした。すごく楽しかったんだ。そうか。ということですごいいいリフレッシュになりました。じゃああれなんだ、まだ目は完全に治ってるわけじゃないもんそうね。全然ねこれね出してもいいんだけどね、気になるな、みんなと思って。いいだぞ。赤くなってるし、赤い。ね、化粧ができないんです目の、それが一番嫌です。だからサングラスなのにね。そうなの。ちょっと良くなるんだったらいつぐらい？なんかコンタクトとか化粧は1ヶ月はうんダメかなって言われた、順番的には1週間経って顔洗っていいと髪洗っていいになって、コンタクトと化粧は多分1ヶ月ぐらいかなって言われて、で目が完全に良くなるのは私はその網膜の真ん中の黄斑なんてみたいなところも全部いっちゃってて、そこまでいってないと早いんだけど、私はめっちゃベリっていっちゃってたから、結構かかりますよって感じらしくて、もう何ヶ月とか何年とかはもうそれは経過を見続けるしかないねって感じらしいです。治るといいけどな。ね、でなんか治んない人はもう一回手術するとか、そういうのがあるらしいけど、そうそう。でもとりあえず穴は塞いだから、あとは目の力で今入ってる水を自然に吸収していなくなると戻ってくるけど、完全に見えるようになるかは分かんないですって感じ。でも失明はしないですって感じだって。でもともとさ目めっちゃあるからさ、全然いいっすってまあ変わんないっす。でもあんま変わんないっすって感じなんですね。だからね、もうね目はね絶対大事にした方がいい。定期検診に行っててもこれだからね。そうだよね。そう私もその話聞いてちゃんと眼科で定期検診しようって思う。なんかさコンタクトとかさカラコンとかの人さ結構さ、ネットで買うじゃん。買う。でさなんかちょっとトラブってもさなんかちょっと調子悪いなみたいな感じで終わっちゃうけど、あれはねマジでねやばい。目は見えなくなることがあるらしい、ね、結構何をもしてなくても学んだ。はい。話したかわかんないけど、その目が赤いのは手術で赤いの？手術をしたから傷がついてる。手術する前はもう見た目は何も変わんなかった。だから気づかないって話。そうなんですよ。だから気づかないんですよ。だからみんなね気をつけた方がいいのは飛蚊症っていうらしいんだけどね、虫が飛んでるみたいなちょっとチラチラ見える。あるじゃダメなんで。あれ1個症状、危ないやつ。あとは視力が欠け始めたらもう剥がれてます。だからなんか一部ぼやけてんなみたいなとかもうダメ、アウト。それは普通の視力悪い人とは違う感じってこと？剥がれたところが欠けるから、なんか裂傷って言って穴じゃなくてさ傷ついてるぐらいの時だったらまだ手術しなくてもレーザーとかで治るわけです。だから飛蚊症とかのうちに早めに病院に行く。多分別に目傷ついてませんよとか言われるんだけど、知り合いが網膜剥離して飛蚊症でやばいって言ってたんですけどみたいなことをとりあえず言う。なるほどね。そしたらちゃんと検査してもらって大丈夫かどうか分かるんで、みんな眼科に行こうね。はい。赤井さんは失敗だけど、ちょっとこの動画がちょっとでも同じ人に役に立ったらいいなと思って撮りました。はい。経過はまたご報告したいと思います。随時ご報告。随時。よし。終わりで大丈夫？ご機嫌になったね。親方ご機嫌になったから終わりにしようか。では、皆さん見ていただいてありがとうございました。では大事にしようね。大事にしよう。バイバイ。最後関係ない話。最後めっちゃ関係ない話しちゃった。入ったの？あ、いいよ、切るから大丈夫。バイバイって言って。バイバイ裏で心をとか言って。大丈夫。存在を匂わせているから。そう。もともと磁石で作る。